皆様こんにちは、タビロです。今回はバルセロナの観光客に人気のオーピウムとパーチャー、そしてローカルに人気のラスマタスとザラアポロの4軒をご紹介したいと思います。こちらがオーピウムの建物の入り口です。チケットの種類によって列が分かれています。こちらが入り口です。開店して間もなかったのでまだ人はまばらでした。入場料がワンドリンク付きだったのでウイスキーとソーダを頼みました。結構大きめのバーカウンターがあって、ダンスフロアの左右には着席可能な VIP ルームがいくつか用意されているといった感じです。こちらがメインのダンスフロアの様子です。まだ人が少ない状態です。メインのフロアの横にこういうVIPの席がありますね。後ろにも席が結構あって、こっちも VIP 席ですね。この辺とか。こちらが DJ です。イビサでもそうでしたが、女性の DJ がスペインでは結構多いような気がします。こちらがダンスフロアを後ろから見た様子です。人が結構集まってきました。めちゃくちゃ混んでる。外出てみましょう。こちらがテラスの様子です。みんなね、タバコ吸ってるよ。外でタバコは吸えます。バーテンダーがめちゃくちゃ美人っていうね。多分この人背すごい高いですよ。めちゃくちゃ美人。レベル高い。奥の人はめちゃくちゃね、背が180ぐらい。めっちゃ美人、この人。超美人。コロナ食べました。12ユーロです。すごい際どい服装を着た女の子が踊ってます。近づいてみましょう。しばらくの間に女性のダンスの様子をご覧ください。ダンスフロアはもうぎゅうぎゅうで身動きが取れなくなっていました。するとノリのいい若者たちが。誰かがめちゃくちゃドリンクこぼしてました。皆さん床にはお気をつけください。さっきの美人バーテンダーの周りには案の定男性たちが群がっていました。ザ・ケイブというもう少し小さいフロアにも行ってみました。またメインフロアに戻って今度はステージの前方の方に移動してみました。続いてパーチャーです。開店1時間後ぐらいに行きましたが、オーピウムよりも少し混んでいるような印象です。短パンできて入場拒否されている外国人の方がいました。ドレスコードにご注意ください。こちらが入り口です。早速入ってみましょう。階段を降りて右がトイレや休憩するところで、左にダンスフロアがあります。と
ちらが入り口近くのバーカウンターです。ドリンクチケットでジントニックを頼みました。ダンスはすでに人で溢れ返っていました。オーピウムよりも少し女性が多いような印象です。人をかき分けてなんとか奥の方に行っています。人の圧で端の方に追いやられてしまいましたが、なんとか踊り続けます。日によると思いますが、個人的にはオーピウムよりはバーチャの方がなんとなくイケてる人が多くて盛り上がってるような感じがしました。なんだか VIP 席のお客さんで高そうなお酒を頼んだ方がいました。そしてそれを庶民の方々に配り始めました。私はもらうことができませんでした。踊り疲れた方はこの辺で休むことも可能です。ベッドルームという他の小さなフロアにも移動してみました。ちょっと疲れてきたので入ってきた入り口の方から出ようかなと思ったら、そちらは入り口専用で出口はダンスフロアの奥の方にあるということで、そちらの方に移動します。一時的に外に出るときはこのスタンプを押してもらいます。結構出てからが大変で、この出口を出たら皆さん左に行ってください。右に行くとちょっと迷っちゃいます。続いてローカルに人気のラスマタスです。多分こうですね。これがロゴなのかもしれない。ラスマタス。チケットにアドバンス。これですね。私もチケットをオンラインで買ったので。まだ1時間遅れですよ。チケットには12時開始って書いてあるんですけど、入り口まで行ったら1時開始って言ってました。バルセロナのクラブは遅れがちなので皆さん気をつけてください。ツアーガイドさんに教えてもらったんですけど、このラスマタスの近くにオメハネグラっていう大きなバーがあるので、そこでねちょっと時間潰したいと思います。かなり広々としていて盛り上がっているバーで、クラブに行く前に少し引っ掛けるには最高の場所なんじゃないかなと思います。戻ってみたらすげえ列になってます。並びましょう。若者たちが警察から注意を受けていました。私有地で勝手にお酒を飲んでいたからじゃないかなと思います。入場券にはドリンクチケットが2枚ついています。入り口から入ってすぐに非常に大きなダンスフロアがあって、右にバーカウンターがあります。部屋がいっぱいあるっぽいですね。さら1、4、5と合計5つぐらいの部屋がありそうです。すごい広い。上から先ほどのダンスフロアを見下ろした様子はこちらです。すごい美人、この右の子。休憩所っすね。
軽く一周して先ほどの入り口近くのダンスフロアに戻ってきました。暗くてあんまり見えなかったんですけども、オーピウムやパーチャと比べて地元の人がかなり多い印象でした。今回は珍しく男女ペアの DJ でした。地元民でも特にスペイン人というよりは中南米から移住してきた人が多いような印象です。隣のお兄さんがめちゃくちゃマリファナを吸っていました。こちらのダンスフロアを後にし、ロリータという別の部屋に移動しています。さっきのダンスフロアにまた戻り、今度は端の方から撮影しています。先ほどのダンスフロアと違ってバンドが演奏できるようなステージを持つフロアを見つけました。こちらに降りてみます。ハウスミュージックとゴスペルを掛け合わせたハウスゴスペルコーワイヤーというバンドです。こちらは中南米系というよりはスペイン系の人たちが多いような印象です。ちょっと人をかき分けて前方の方に行っています。小さいフロアでしたが、このようなヒップホップのような音楽が流れているフロアもありました。こちらのクラブラスマタスのロゴが入った T シャツも売っていました。欲しい方はぜひ。そして4軒目最後はサラアポロです。12時開始って書いてあるんですけど、入り口行ったら12時半開始と言われました。なので30分ちょっとね時間を過ごしたいと思います。今言われた12時半に戻ってきたんですけど、めちゃくちゃ混んでますね。すごいですね。ちなみにこのカップルに横入りされました。こちら入り口入ってすぐの様子です。左にバーカウンターがあります。またドリンクチケットでジントニックを頼みました。めっちゃ濃い。少し男性が多いような印象です。他のフロアの様子も伺っています。通路にはキオスクのような小さなお店が並んでいました。休憩所だ。人の流れに従って階段を上った上の方に向かっていきます。上の A っていう場所に来ました。こちらの A と書かれたフロアがメインのダンスフロアのようです。ここがメインだ。A がメインだ。あ、この前。
く音楽に合わせて踊っていたところ、男性好きな方に結構体を触られました。避けるためにちょっと前の方に移動すると、画面になぜか芸者が現れました。この私の左後ろにいる細いブルース・ウィルスみたいな方が私に体を結構密着させて触ってきてました。もう耐えられなくなったので、密集している前方じゃなくて後ろの方に移動していました。こちらは後ろから見た景色です。ステージの左側にはこのように少し椅子があって座ることができます。疲れた方はここでゆっくりするのもいいんじゃないかなと思います。暗くて全然見なかったんですけど、よく見ると男性率が結構高いなっていう印象で、そっち系の人が多いクラブなんじゃないかなとこの時初めて気づきました。みんな地下に一回行ってみよう。ですが女性もちらほらいて可愛い子が多かったです。この子すごい可愛かった。みんなにナンパされてた。この子、左の子。背でかいけど180ぐらいある。多分このように無音で落ち着ける場所があるので、音楽に疲れた人はここに避難するのもいいんじゃないかなと思います。2番と分かれた入り口付近にあったダンスフロアに1回戻っています。2番の盛り上がりはどうなってるか。最初に来た時の10倍ぐらい人が増えてました。はい、これにて今回のバルセロナのナイトクラブ4軒のご紹介を終わりたいと思います。観光客向け、ローカル向けもそれぞれ特徴があって、いろいろ楽しめるポイントがあるんじゃないかなと思います。皆さんがバルセロナに来た際の参考になれば大変嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。